不動産屋さんの怪談、語り手ゆりです。今回は本当に久しぶりに私自身の体験談をお話しします。これは今から数十年前、私がニュージーランドに住んでいた時のことです。当時家が手狭になり、少し大きい家に引っ越そうと物件を探していました。不動産の物件探しは本当に大変で、価格や立地、いろんなことを妥協しては探すという感じで、なかなか内覧する価値のある物件には巡り合いませんでした。そんなある日、エリアもよく土地の広さもあり、外見も悪くないと思える家が見つかりました。このイメージ写真に結構似ている木造2階建てで白いウェザーボードの木の外観で、玄関ドアもステンドグラスのはめ込みがあり、コンディションもなかなか良さそうに見えました。もちろん中を見てみなければ何とも言えないので、早速不動産屋に連絡し、現地で落ち合いました。指定された午後3時に物件に行ってみると、玄関先に不動産屋の男性が待っていました。年の頃で40代初めぐらいで、少し小太りの典型的なヨーロッパ系ニュージーランド人の男性でした。こんにちはと挨拶を一通り交わし、名刺をもらうと、男性は玄関を開ける前にいろいろ物件の説明を始めました。どんな話をしたか今となってはほとんど覚えていませんが、この家の住人は現在一人暮らしで、何か普通の家とは少し違う点があるようなことを言っていた気がします。ただ今でもはっきり覚えているのは、その不動産屋の男性の印象です。感じが悪いわけではないのですが、少し薄気味悪く何かを隠している、そんなイメージがしたのです。今から見せる家には言いにくい秘密があるような、そんなイメージで、もちろんその時は私も自分の考えすぎだろうと思いました。男性は早速玄関を開けて私を中に招き入れました。そこには玄関から伸びた暗く狭い廊下が続き、左側に2階へ上る階段があり、右側に部屋がありました。最初にその右の部屋に案内されたのですが、そこはフォーマルリビングルームのようでした。天井から床まで伸びた長い窓からは、レースのカーテン越しに午後の日が差し、その前には大きなグランドピアノがありました。あつらえてある家具調度品などはすべて上品で、ある程度の知的階級の方が住んでいるのが分かりました。そのフォーマルリビングの隣に、これといって特徴のない古いキッチンとファミリールームがつながった部屋があり、日頃はここで住人は過ごしているんだなと思いました。すると不動産屋の男性は私を一旦廊下に案内しました。私は、この家の1階はこれだけではないはずだけど、なんでだろうと思いました。私がそう思っていることを察したように男性は、この家は実はもう少しだけ部屋が続いているんです。そう言って廊下の突き当たりにあるドアを指しました。なるほど、そこには古い物置のような茶色のドアがありました。この先は地下室でもあるのかなと思っていると、不動産屋の男性は鍵を出してそのドアを開けました。同じ家の中で鍵をかける部屋があるなんて、と私は妙に思いました。そしてドアが開くと、そこは短い廊下になっていたのです。私は最初足を踏み込むことを躊躇しました。なぜならその廊下はまるで墓場のように暗く寒く、無味乾燥で長いこと人が踏み込んだことがない空気感がありました。でも仕方なく私は不動産屋の後ろをついていくと、その先にまた簡素なドアがありました。またドア？何この家のレイアウトは？と不審に思っていると、不動産屋がそのドアをそっとまるで中に誰かがいるかのように開けました。するとその瞬間、冷たい空気がふわっと押し寄せ、
同時に何か白い薄いもやのようなものが部屋の中を覆っているように私には見えました。何この白いものはと内心思いましたが、男性にもそれが見えているかどうかは聞きませんでした。実際私は霊感は強くないので見間違いだったかもしれないですが、普通ではない情景だったのを覚えています。部屋は全体が灰色に感じ、まるで色がないように見えました。壁側に水回りがあり、部屋の真ん中には腰掛けの部分がビニールでできた2脚の椅子と、それに合わせた小さなダイニングテーブルがありました。それらは1950年から60年代に流行ったタイプの家具で、かなりの年月放置されていたことが伺えました。すると不動産屋の男性は、こちらにももう一部屋ありますと言って、今いる部屋から続いているドアを開けました。私はまたまたさらにもう一部屋、隠し部屋のようなものがあることに驚きましたが、なぜ家主はこれらの部分を使っていなかったのかがすごく不可解でした。その続き部屋も同じように灰色一色で、そこには古いパイプベッドが一つポツンと置き去りにされていました。そこは生きているもののエネルギーが全くない廃墟のようでした。すると不動産屋の男性がその異質な空気を割って部屋に入っていくと、突然私の背筋がゾクッとしました。また同じく白い薄いもやのような何かが今度は男性にまとわりついているのが見えたのです。それが視覚的に見えていたのか、私の脳が見ていたのかは曖昧でした。でも私は直感的にこの部屋だけは入ってはダメだと感じました。確かに当時は私は怪奇現象など考えることもなかったので、そういったものが見えても何かの目の現象だろうと深く考えないようにしましたが、それでもここだけは関わってはいけない場所だから早く逃げなさいという何かの強い警告をもらっているような気がしました。そういうわけで、さすがに最後のパイプベッドの部屋には私は恐ろしく気味悪すぎて入ることができず、外からちらっと見るだけで引き返しました。その私の様子を見てか、不動産屋の男性もこれらの使用していない部屋に長居はしたくないのか、さて出ましょうかと急に言うと、元来た廊下に私を連れ戻しました。もうその頃には私の中では結論が出ていて、この家はなしだなと思っていました。すると不動産屋の男性はさっきの部屋では何事もなかったかのように、次は2階を見てみましょうと言って廊下の中間あたりにある階段を私を促しながら登っていきました。2階も似たような暗いスペースで、玄関入ってすぐのちょうど真上にあたるところに小さなベッドルームがありました。その部屋にはシングルベッドが一つあり、きちんと私物がいろいろ置いてあったので、どうやら一人暮らしの家主はここで寝ているようでした。すると不動産屋の男性が、2階はこの部屋だけですと変なことを言うのです。私は、1階は奥の部屋を入れてたくさん部屋があるのに、2階はこの狭いベッドルーム一つだけと唖然としました。そしてすぐに私はあれと思いました。その2階の廊下の突き当たり、まさに1階の鍵がかかっていた奥の部屋に続くドアの真上にあたるところに同じくドアがあったのです。このドアの先はあの灰色の使っていない部屋の真上にあたり、何かしらの部屋が存在するはずなのです。あまりに不自然すぎましたが、ドアを開けたらそこは1階の屋根が見えるのかなとも思いました。すると不動産屋は奥のドアを見ながら、あの先はもう老朽化でなくなっていますのでドアは開きません。買い手の方が改築して部屋を再現することもできるので、この現況で売却するそうです
とあとは値段交渉的なことを説明しました。そこでこれ以上2階は見せるところはないというので、私もそういうことならと1階に降りました。そして私と男性は家の外に出ると、普通不動産屋は外回り庭先なども案内するのですが、それはなかったので、私が興味ないと分かったのか、なるべく見せたくないものがあるのか、それは分かりませんが、その場でお礼を言って別れることになりました。でも外側からは少なくともおかしな形をした家には見えませんでした。さて、その後数日して、あの不動産屋の男性から電話があり、まだ興味があるか聞いてきたので、ないと断った記憶があります。その時はもう私も潜在的に分かっていました。あの家の鍵がかかった先の部分には、白いもやのような何かが覆っていましたが、その白いもやに見えたのは、あの場所に住み続ける霊体の集団で、あの家の奥の半分は人が住むことのできない部分だったのです。もし私が霊感が強ければ、きっとその霊体がしっかり見えて、正体が分かったと思います。そしてしばらくして、人口の少ないニュージーランドではよくあることなんですが、ひょんなことからあの物件に関係することを小耳に挟みました。あの日物件を案内してくれた不動産屋の男性は、あの家の所有者の肉親だったそうです。もちろん所有者の息子か兄弟が仲介を引き受けることは決しておかしくはないですが、でもそれゆえに家を知り尽くしているため、あの家の奥の半分が使うことができない理由も知っていたのではないかと思います。今でいうところの事故物件や心霊現象があるいわくつきの物件だった可能性は大きいですね。また今から思い返すと、あの不動産屋の男性が気味悪く感じたのは、その霊にすでに取りつかれていたからなのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。